ずんだもん。今日も元気にずんだもんチャンネルへようこそ。今日はね、南の楽園、美しい島国パラオについてお届けするのだ。実は、パラオって世界で最初にシャークサンクチュアリを宣言した国だって知ってた？へえ、領海全域でサメの漁獲を禁止してるなんて、すごいよね。サメを守る、その心意気に感動するのだ。そんな素敵なパラオのニュース、今日は全部で5本紹介するのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。下院が2026年度予算を主導、上院は統一案を要求、という記事なのだ。パラオのホイップス大統領が、1億5240万ドルもの大規模な予算案を提出したんだって。公務員の給料アップに、社会保障改革、さらにはサイバーセキュリティ強化まで盛りだくさんの内容なのだ。一体どんな予算案なのか、一緒に見ていくのだ。皆さん、南太平洋に浮かぶ宝石のような島国、パラオをご存知なのだ。首都はマル極で、美しい自然に囲まれているのだ。かつては日本の委任統治領だった歴史を持つけれど、今はアメリカとの自由連合盟約を結ぶ独立した民主主義国家なのだ。人口はおよそ1万8000人と、とても小さな国なのだよ。パラオの主要産業は、何といってもその豊かな自然を生かした観光業なのだ。世界中のダイバーを魅了する美しいサンゴ礁や、神秘的なジェリーフィッシュレイクは、まさに息を飲む絶景なのだ。人々は海との共生を大切にしていて、伝統文化や環境保護への意識がとても高いのだよ。近年は持続可能な観光や海洋保護の取り組みにも力を入れている地球に優しい国なのだ。手つかずの自然が残るまさに楽園のような場所なのだ。一つ目のニュースなのだ。防衛網大臣、深海太平洋も COP 対象に2026年会議招致推進という記事なのだ。オーストラリアのクリス、防衛気候変動、エネルギー大臣が2026年の COP31 誘致に向けて頑張っているのだ。太平洋の国々は、オーストラリアのこの試みを強く応援してくれているのだ。だけど、トルコも立候補から降りるつもりがないらしくて、合意がちょっと難しい状況なのだ。防衛大臣は、これまで一度も太平洋で COP が開催されたことがないから、ぜひともここで実現したいと熱く語っているのだ。太平洋での開催は、ブラジルやトルコでは経験できない特別な意味を持つと強調しているのだ。今回の太平洋ツアーは、COP31 誘致だけでなく、エネルギー分野でのパートナーシップも進めるのが目的らしいのだ。大臣はパラオで、エネルギー転換に関する大きな発表をする予定なのだ。もし合意が得られなければ、ドイツでの開催や投票といった選択肢もあるけど、オーストラリア把握まで誘致成功を目指しているのだ。防衛大臣は、太平洋諸国が COP の中心となることを願っているけど、誘致が成功しないと具体的なことは決められないって言っているのだ。太平洋が主役になれるといいのだ。二つ目のニュースなのだ。下院が2026年度予算を主導、上院は統一案を要求、という記事なのだ。パラオのホイップス大統領が2026会計年度の1億5240万ドルにもなる予算案を提出したのだ。この予算案は、政府職員さんの賃上げや社会保障の改革、それからサイバーセキュリティの強化を優先しているのだ。他にも外交活動の支援や、国の借金を減らすことも目指しているのだ。今年は下院が予算の話し合いをリードするんだけど、上院はみんなで同じ数字で仕事をしたいのだ。って言って、資金の状況を示す分析書類に大統領と上下院の議長が一緒にサインすることを求めているのだ。具体的には、公務員さんの給料を 10% 上げたり、州への補助金も増やす予定なのだ。社会保障のためには、皆さんの保険料率を少し上げて、引退する年齢も60歳から65歳に段階的に引き上げるのだ。サイバー攻撃はとっても危険だから、
大統領府の中にサイバーセキュリティ室を作る費用も入っているのだ。それから2026年には太平洋諸島フォーラムの首脳会議をパラオで開催する費用や、オーストラリアのキャンベラにパラオ大使館を新しく作る費用も盛り込まれているのだ。これは地域との協力をもっと強くするためなのだ。借金を減らすために、アジア開発銀行からの借入金750万ドルを来年は返済に回すことになったのだ。他にも、外国からの労働者の手数料を上げたり、公共サービスの料金設定を分かりやすくしたり、医療費の使い道を柔軟にしたりする改革も提案されているのだ。大統領は、これらの改革でパラオをもっと安定して豊かな国にしたいと考えているのだ。議員さんたちにも、責任を持って予算を通してほしいってお願いしているのだ。この予算案は、これから下院で詳しく調べられて、その後上院でも話し合われることになるのだ。3つ目のニュースなのだ。パラオ2025太平洋ミニゲームズ、虐待、ハラスメントを現金に、という記事なのだ。パラオで開催される2025年パシフィックミニゲームズでは、虐待やハラスメントを許さない、ゼロトレランス、基準が導入されるのだ。画期的な取り組みなのだ。大会の準備から本番まで、選手を守る、セーフガーディングが初めて本格的に統合されるのだ。評議会やパラオ組織、合政府のチーム、UP が協力したのだ。具体的には、戦略策定、教育、報告、現場サポートを実施なのだ。各国のチームには保護担当者がいて、セーフゲームズチームが連携するのだ。ONOC もアスリートの声、安全の大切さを伝えるのだ。評議会 CEO は、大規模な保護は初めてで、安全で包括的な大会になるのだ、と期待なのだ。皇太子も新しい基準になるのだ、と語るのだ。パラオの保護チャンピオンは、尊厳、尊敬、包容が大切で、将来への遺産なのだ、と話すのだ。合政府は警察官派遣で安全貢献なのだ。チーム、UP 顧問は、みんなで協力し、安心して報告できる環境づくりが、新しい基準なのだ、と強調なのだ。選手たちは最高のパフォーマンスを発揮できるのだ。4つ目のニュースなのだ。フィジーのヤングとサモアのタフィ、2025太平洋ミニゲーム最優秀選手に、という記事なのだ。パラオで開催された2025年太平洋ミニ大会が、ついに閉幕したのだ。閉会式は、選手や関係者、ファンで賑わって、スポーツの素晴らしさと文化、地域の絆を祝う場になったのだ。特に輝いたのは、女子最優秀選手に選ばれたフィジーのエレイナ・ヤンブ選手なのだ。陸上競技で金メダル3つ、銀メダル2つも取って、本当にすごいのだ。男子最優秀選手には、サモアのジョン・タフィ選手が選ばれたのだ。重量挙げで金メダルを3つも獲得したのだよ。彼の功績をたたえて、サモアの代表団が伝統的な踊りを披露してくれたのだ。とっても素敵だったのだ。式典の最後には、聖歌が静かに消されて、大会の終わりを告げたのだ。選手たちは友情を確かめ合って、次への期待に胸を膨らませたのだ。次の2029年大会は、クック諸島が開催するのだ。旗が引き継がれて、クック諸島も素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたのだよ。おもてなしの心が伝わってきたのだ。このパラオ大会は、メダルの数だけでなく、太平洋の国々が一つになったこと、そしてスポーツの素晴らしさを共有した記憶として、ずっと心に残る大会になったのだ。5つ目のニュースなのだ。台湾企業29社、2025年台湾、パラオ博覧会に参加、貿易、文化交流協会、という記事なのだ。パラオのコロールで、7月11日から13日まで、台湾、パラオ貿易、文化賞が開催されるのだ。このイベントは、台湾の29もの企業が参加して、両国の経済協力や文化交流を深めることを目指しているのだ。展示される製品には、
太陽光発電システムや食品加工機械、ダイビング用品、エネルギー貯蔵ソリューションなどたくさんあるのだ。イベントは7月11日の午前10時に開会式があって、スーパーセンターの2階で展示会が始まるのだ。そして2日目の7月12日の夜にはナイトマーケットとカーニバルも開かれるのだ。ここでは台湾のシェフたちが本格的な台湾のストリートフードを振る舞ってくれるそうなので、とっても楽しみなのだ。ナイトマーケットはスーパーセンターの駐車場で開催されるのだ。最終日の7月13日も展示会は開催されるのだ。シューパラオ台湾大使のリーさんは、多くの人が訪れるスーパーセンターで開催することで、より多くの人に展示会を見てもらえると話しているのだ。このイベントは台湾大使館と TAITRA が協力して開催するもので、今回でなんと4回目になるのだ。2022年から毎年開催されていて、去年からは経済だけでなく文化交流も目的になったそうなので、ますます両国の絆が深まるのだ。パラオは美しい自然の楽園なだけでなく、国際社会や地域の中心になろうと努力している、とてもエネルギッシュな国なのだ。気候変動対策への貢献や、スポーツ大会での安全保障、活発な国際交流など、今日のニュースからパラオの積極的な姿勢が伝わってきたのだ。これからも素敵な未来を築いていくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。